皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では、細かなところについてはなかなか報道してくれません。ぜひともこのチャンネルの動画で情報の更新をしていってください。まず最初に取り上げるのが、ウクライナに供与された F-16 戦闘機がロシア軍戦闘機スホイ35を撃墜しただろうという話。この話については当初、いやいや誤報ではないかといった話もありましたし、F-16 以外の戦闘機による撃墜ではないかといった話もあり、情報が錯綜しています。ただ、完全に F-16 ではないという否定情報も確定はしていないので、この動画では F-16 戦闘機が撃墜したものとしてお話を進めていきます。ウクライナに供与されている F-16 戦闘機はバージョンで言えば古いものであり、今でも売れ続けている最新型の F-16 とはちょっと異なるものです。しかし、装備されているミサイルについては防衛性のものが合わせて供与されていることから戦闘能力としては十分今の戦場でも戦えます。この映像はウクライナより北クルスク州において撃墜されたスホイ35の映像とされるものです。F-16 とスホイ35の空戦が発生し、スホイ35が撃墜されたその要因として考えられているのが、スウェーデンから供与された早期警戒管制機による情報支援です。この話についても、ウクライナ当局が発表したものではなく、旧式の F-16 戦闘機でいかにしてロシア軍戦闘機を撃墜したか、逆算によって導き出された話です。早期警戒管制機は非常に遠方から敵機の様子を把握することができます。300キロ、400キロ先のロシア軍戦闘機を発見し、その情報を F-16 戦闘機と共有。F-16 戦闘機は低空飛行で近づき、ミサイルの射程内に入ったところでようやくその姿を現すといった具合です。もしも早期警戒管制機がなかった状態において F-16 戦闘機が単独で戦った場合においては非常に危険な戦いとなります。早期警戒管制機が安全なところから敵機を発見、そして追尾し、その情報を味方機と連携する。味方の機体は必要最低限の探索を行い、敵機に照準を合わせてミサイルを放つというわけです。なお、ロシア軍の早期警戒管制機については、先日のスパイダーネット作戦により破壊されたものもあり、前線に対する情報支援が今は不十分だと言われています。また、空軍基地に配備されているロシア軍戦闘機がウクライナ軍の遠距離攻撃によって破壊されたという報道も出ています。ウクライナ側の報道キーウポスト、ロシア奥地の重要空軍基地への攻撃でミグ31とスホイ34が破壊される。ウクライナ軍は国境から約 650km 離れたロシアのニジニノブゴロド州にある軍用飛行場を夜間に攻撃し、ロシアの軍用機2機を破壊したと当局が発表した。攻撃の標的となったサバスレイカ飛行場には、キンジャール極超音速ミサイルを搭載するミグ31戦闘機が配備されている。このミグ31以外に破壊された航空機は、スホイ30かスホイ34のいずれかであり、被害の全容は現在も調査中であるとしている。この記事の中に先ほどの F-16 戦闘機の戦果の話が出てきます。今回の攻撃は、ウクライナ空軍にとって初の大きな出来事のわずか翌日に行われた。ウクライナの F-16 戦闘機がロシアのクルスク上空でアメリカ製のアムラームミサイルを用いてロシアのスホイ35戦闘爆撃機を撃墜したのだ。ロシア人パイロットは生存したと報じられているが、未確認情報によるとこの任務に使用された F-16 はオランダから供給されたものだったという。ウクライナ側は引き続きロシア軍の軍施設やもしくは軍需工場などに対する攻撃を行っています。こちらは長射程の大型ドローンによって炎上するロシアの化学工場だとされる映像です。一方でロシア側は相変わらず都市住民に対する攻撃を行っています。こちらの攻撃は街の中心部、特に集合住宅などが密集している地域にロシア軍が弾道ミサイルや大型ドローンを突撃させ火災が発生している様子です。このような状況下でロシア側からは寝言を言うなというような発言が出ています。AFP 通信、ロシア・ウクライナ侵攻は国家存亡をかけた戦いと強調、子供の喧嘩発言受け。ロシア大統領府は3年以上続くウクライナ侵攻、国家存亡をかけた戦いと位置づけた。トランプ大統領がロシアとウクライナの戦いを子供同士の喧嘩になぞらえたのを受け、クレムリンのペスコフ報道官は記者会見で、我々にとってこれは国家存亡に関わる問題であり、国益、安全保障、国民の未来、子供たちの未来、国家の未来に関わる問題だと述べた。これに先立ち
ロシア国防省は最近のウクライナによるロシア領攻撃に対する報復としてロシア軍がミサイルと無人機による大規模攻撃を開始したと発表している。ペスコフ報道官はウクライナ侵攻が国家存亡をかけた戦いだと強調しているわけですが、そもそも侵略戦争などを起こさなければ多くの国民が亡くなることも負傷することもなかったわけであり、しかも国家予算の3割を軍と軍需関係に関して投入する必要などなかったわけです。そんなことをしなければ社会福祉に充てるなり、産業振興に充てるなり、いくらでもお金の使い道はあったにもかかわらず、あまりにもふざけた発言だと言えます。ただ、ここには冷静に考えれば、ロシア側からの現在の戦争に対する国家観というものが見えてきます。ロシアという国家にとっては、ウクライナを自分たちの領域に確保していることが非常に重要であり、それができていない今の状態こそが不完全でおかしな状態だという考え方があります。これはプーチン大統領がばらまいているソ連の勢力圏を回復すべきだという考え方にも似ているものであり、残念ながらロシア国民の中で漠然とした認識として広がっている可能性があります。一方、ウクライナを支援する国の動き、産経新聞、フランス自動車大手ルノーの無人機生産、対ロシア前線数十キロに生産拠点計画、迅速支援に一役。フランス公共ラジオは自動車大手ルノーがフランス防衛関連企業とともにウクライナ国内でドローン生産を行う予定だと報じた。生産拠点はウクライナがロシアと戦う前線から数十から数百キロの距離に設ける計画、迅速な軍事支援を可能にする狙いがある。ウクライナでのドローン生産については、フランスの国防大臣が社名を挙げないまま、フランス自動車メーカーが我が国の中小企業と共に行うと計画を明らかにしていた。ヨーロッパの中においては、それぞれの国の防衛産業に対する投資を行うとともに、ウクライナと合弁企業などを作った上で、ウクライナでの現地生産に乗り出すといった動きもあります。これは、参画する自国の企業がウクライナ企業と協力することによって、ウクライナの持っている実際の戦闘に基づいた情報を共有することが一つ大きな価値になると考えられているからです。自分たちにとっては支援することの意味を確実に利益として持ち帰るという狙いもあります。ちなみに日本に関連してのウクライナの動き、神戸学院大教授に人道支援貢献賞を授与。ウクライナのゼレンスキー大統領。ゼレンスキー大統領はウクライナの主権を支持し、人道支援に多大な貢献をした人に贈る黄金の心賞をウクライナ研究を専門とする神戸学院大学の岡部教授らに授与した。神戸学院大のキャンパスには昨年10月、ウクライナの名誉領事館が開設され、岡部氏が名誉領事に就任した。岡部氏はウクライナに関する著書を多数執筆し、ロシアによる侵攻について講演している。日本は基本的にウクライナに対して人道支援などを行い、その他経済支援については、円借款といって、ウクライナに対してお金を貸す形での支援を行っていることが多くあります。ただしその返済には、ロシアに対する制裁で凍結された資金からの返済金を充てる予定で、ウクライナに対してなるべく負担をかけないようにしています。岸田元総理はウクライナに直接足を踏み入れているわけですが、石破総理は残念ながらウクライナ支援に目立った動きがほとんどありません。足元で支持率が低いのもわかりますが、もう少し外交戦略上、アメリカ以外のところにも目を配ってほしいものです。そして、海外に目を向けない影響が最も大きく出るのがアメリカです。モスクワタイムズの記事より、アメリカの上院議員は、ロシアに対する壊滅的な制裁法案の審議を一時停止した。トランプ大統領がウクライナ問題で、プーチン大統領に圧力をかけることに消極的であることから、上院議員らはロシア産エネルギーを購入する国に 500% の制裁を課し、生産を減速させる法案を起草した。この法案への支持は異例に高いものの、ホワイトハウスは制裁緩和を求める活動を開始している。先週初め、法案の共同執筆者であるグラハム議員は、早ければ6月にも議会での審議が始まる可能性があると自信たっぷりに述べました。しかし、最近になって記者からこの法案について質問されたトランプ大統領は、まだ見ていないと答えました。同時にトランプ大統領は
厳しい法案だ、非常に厳しいと述べつつも、適切な時期に臨むことを実行すると付け加えました。トランプ氏の発言により、勢いを増していたように見えた法案の審議が停滞していると、ブルームバーグ通信は報じています。上院は100票中82票で大統領の拒否権を覆すことができたにもかかわらず、議員たちはトランプ大統領の意思に反する法案であるとして足踏みしています。グラハム議員自身もトランプ氏の発言を受けて熱意が冷めたようです。私は初日からホワイトハウスと緊密に連携してきたと上院だけで物事を決めないことを話し始めています。トランプ大統領の関心事がウクライナ情勢ではなく国内情勢であることは明らかです。アメリカがウクライナへの支援を情報支援だけにとどめ、一方においてロシアに対する制裁は全く強化しないという方針をとっています。これによって多大な利益を得ているのがロシアなのは間違いないでしょう。じゃあ、アメリカの国民がこれをどう考えているかといえば、残念ながら多くの国民はあまり深刻に考えていません。そもそもトランプ大統領が大統領として支持された理由というのが、海外の情勢なんか気にするな。アメリカ国民のことを私は第一に考え、そのために政策をバイデン政権からは大きく変えるといったことが共和党の支持を取り付けたわけです。それに日本でも同様のことですが、安全保障よりもまずは内政問題の方がはるかに多くの人たちの関心事です。例えばここ最近のアメリカの政治の話としては、非常に熱烈な支持者だと思われていたイーロン・マスク氏がホワイトハウスを去り、トランプ政権に対する批判を強めています。それに対してトランプ大統領も、やられたらやり返すぞみたいな形で言い返し、イーロン・マスク氏率いる様々な企業に対する優遇政策などを見直す考えを示しています。電気自動車に対する税制優遇などもなくなりますし、宇宙開発企業スペース X に対しても、これまでアメリカ政府と結んでいた様々な契約を見直す話をしています。この話にはさすがに共和党の支持者の中でも、どうか喧嘩をやめてくれみたいな形で混乱している人たちがいるようです。そしてこの話題が収まりきらないうちに、今度はロサンゼルス暴動が発生し、ロサンゼルス州兵をトランプ大統領が連邦軍兵士として取り扱うといったことも行って、これもまたさらに大きな話題になっています。連日のようにロサンゼルスで暴徒化した人たちによる破壊活動や略奪などが映像として捉えられ、かなり衝撃的なニュースとして報じられています。これらのニュースに塗りつぶされる形で国際情勢についての関与は今のアメリカ国民の関心事では全くありません。ただし、トランプ大統領の自国第一主義においても注目すべき政策は当然のようにあります。功罪様々あるわけですが、自国民のことを一番大事に考えなければならないというのは、それは真っ当な主張です。問題なのはどのようにするかであったり、他の政策とのバランスをいかにして取るかといった全体を俯瞰した政策を取れるかどうかです。少なくとも移民や難民を大量に入れすぎたヨーロッパやアメリカ、そういった国においては明らかに大きな問題が発生しており、もっと前から厳しく取り締まっておく必要がありました。日本においてもすでに一部地域においてはそうした問題がかなり激しく発生しており、日本全国で発生していないからまだまだ大丈夫みたいな話ではありません。問題がある局地的な状態において、今のうちから問題解決に取り組む必要があります。一方で自分たちのこととして危機感が高まっているのがヨーロッパ各国です。あまりにも遅すぎたと非難する人もいるわけですが、少なくとも実際に乗り出していることは事実なので、前進していることは評価すべきでしょう。特に東ヨーロッパやバルト三国においては、防衛費は GDP 比 5% というものを目指して予算の増額に踏み切っています。ヨーロッパ全体で見た場合においては、純軍事費で GDP 比 3.5%、プラス防衛関連費用その他を含めたプラス 1.5 合わせて 5% といったものを目指しているわけですが、バルト三国の一国リトアニアは純軍事費だけでも GDP 比 5% 以上というかなり高い目標を来年にも達成すると表明しました。小さい国だからそんなこともできるんだろうと指摘する人もいるわけですが、小さい国だからこそ危機感が強く、ロシアによる侵略は決してエスロガトゥアではなく自分たちの問題だという受け止め方があります。現在のロシア軍はウクライナ侵略に全勢力をつぎ込んでいるような状態なわけですが、逆に言えばもしもどこかの段階でロシア・ウクライナの間において一時停戦が成立したとします。もちろんそれが一時的なものであったとしても、その一時的な期間において
ロシア軍の100万人程度の規模の軍隊が作戦行動を停止するとすれば、別の地域に転戦するといった可能性は十分起こり得るわけです。その時、ロシア軍側の司令官がもしも一点集中でその100万人規模の軍隊をどこかの国に突入させるようなことをすれば、それがたとえ NATO 加盟国の一つであったとしても、耐え切ることができない可能性も十分あるわけです。ウクライナの戦場においては、南北 1000km にわたる長大な戦線だからこそ、ロシア軍の大きな軍隊も分散しているわけですが、どこか小さな国を集中して狙うようなことが起きれば、これを防ぐのは容易なことではありません。ヨーロッパ各国、特に東ヨーロッパにおいては、そのような一点集中的な攻撃が発生した場合が最も危険であるとして、それぞれの国において防備を固めなければならないという危機感が高まっているのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも評価ボタンのクリックかスーパーチャットのご利用よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。